どうして自分ばかりうまくいかないんだろうと思っている。職場の人間関係に振り回されて疲れてしまった。ママ友からの自慢に毎日ストレスを感じている。恋人との関係がうまくいってないことに気づかないふりをしている。仕事でなかなか思うような成果が出ない。ニュースを見ながら漠然とした不安を抱えているが、自分がどうしたらいいのかわからない。行動を起こさないといけないのは分かっているが、やる気が起きない。周囲の目が怖くて、自分のやりたいことに挑戦できない。叶えたい夢があるが、もう今更遅いかもしれないと悩んでいる。いつも気づくと1ヶ月が終わっていて、何も積み重ねていないことに落ち込む。あれ？これ当てはまるかも、と少しでも思った方はいらっしゃいましたか？いろいろな悩みを抱え、ネガティブな思い込みに縛られていたり、他人を優先してしまったりと、とても窮屈で不自由な人生を送っている方が本当に多いんです。でも幸いなことに、人生がうまくいく考え方があるんです。人生でポジティブな変化を起こす案内役をご紹介しましょう。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、誰でもできるけど見過ごしがちな幸せに近づく1000のリストという本を紹介したいと思います。1000です。1000。この本には、あなたが幸せに近づくための1000のヒントが用意されているんです。この圧倒的なボリュームにまず驚かされてしまいますよね。あなたの悩みを解消する方法、心を楽にしてくれる方法が絶対にあると思います。この本の著者は、マーク・チャーノフとエンジェル・チャーノフというご夫妻で、マーク&エンジェル、ハックライフという毎月200万 PV のアクセス数を誇る大人気ブログを運営しています。アメリカの経済誌、フォーブスから最も人気のある自己啓発ブログの一つと称され、このブログの他に書籍、オンライン講座、コーチングセッションなどなど幸せや成功を見つける方法を伝授することに尽力されています。どれもシンプルなんだけど、大抵の人が見過ごしがちな1000のヒントは、幸福、逆境、人間関係、自分、情熱と成長、生産性、目標と成功、シンプルな生き方、希望と全部で9つのカテゴリーに分けられています。今回はその中からいくつかのヒントをご紹介したいと思いますので、ぜひ最後まで見てみてくださいね。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。よろしければチャンネル登録していただけると嬉しいです。幸せになるための5つの資質。ご夫妻は人生に悩むたくさんの人たちを指導する中で、次の5つの資質が幸せに最も大きな影響力を持っていると確信するようになりました。それを紹介しましょう。1、勇気。恐怖心は幸せを奪い取る姑息な大泥棒。それはこっそりと心の中に忍び込み、決意とやる気を失わせ、直面している試練に耐える能力をなくさせてしまいます。一方、勇気はこの大泥棒を撃退する強力な味方。困難に挑む意欲をかき立て、苦しみを乗り越える力を与えてくれる。勇気がなければ幸せは幻想に過ぎません。2、忍耐力。忍耐力がなければ幸せは吹き飛んでしまう。人生は予測不可能だから完全にコントロールすることはできないんです。人生がうまくいかないとき、忍耐力を発揮しなければイライラして平常心を失い、非常に不幸せな気分になる。そんな時は深呼吸をしてリラックスし、忍耐力を発揮しましょう。不確実性を受け入れて、予測不可能な人生をできる限り楽しむだけの余裕を持ちましょう。3、感謝。いつも感謝の気持ちを持つためには、悪い状況の中でもいいことに気づき、難しい状況の中でも楽しいことに目を向ける必要があります。物事が計画通りにいかない時でも、普段得ている恩恵を数えて人生の素晴らしさに感謝しましょう。もちろん感謝の気持ちを持ったからといって抱えている問題が消えるわけではありませんが、悩みの程度が小さくなって背負っている重荷が軽くなるのは確かです。4、愛。幸せな人生に愛が欠かせないことを確認するためには、愛のない人生を想像してみるといいでしょう。憎しみに満ちた人生を送りながら幸せを感じることはできませんよね。愛が心の中に溢れていればいるほど、より大きな幸せを感じ、人生の喜びに浸ることができる。
心に愛があれば、相手の欠点に目をつぶり、相手の長所を引き出すことができるんです。5、許し。受けた傷を忘れず、相手に復讐を誓うと、時には勝つかもしれない。でも、たとえ勝っても、不幸な気分に苛まれてしまいます。だから、過去に受けた傷を忘れて自分を解放し、人生の喜びをかみしめる機会をたくさん見つけた方がいいんです。例えば、あなたの親の欠点を許していますか？学校のいじめっ子、気まぐれな恋人、扱いにくいパートナー、自分勝手な近所の人についてはどうでしょう？もしその人たちを許していないなら、心の傷をますます広げることになる。自分を傷つけた人たちを許しましょう。そうすれば心が癒されて幸せに近づくことができるんです。前に進むためにやめるべき9つのこと。何かを手に入れるためにはハードルになっていることをやめなければなりません。それは簡単だとは限りませんが、前に進むためにやめるべきことがいくつかあります。1、他人の意見に振り回されるのをやめる。大切なのは他人がどう思うかではなく、自分がどう思うか。時には他人がどう思うと自分にとって最適だと思うことをする必要があります。2、過去の失敗を恥じるのをやめる。過去にどんな失敗をしようと、未来は自由に切り開くことができます。大切なのは今この瞬間に何をするかです。3、目標について優柔不断になるのをやめる。情熱を燃やしているとエネルギッシュになります。逆に情熱を燃やしていないとエネルギーが不足して生産性が落ちてしまう。絶えず自分の目標について考え、情熱を燃やしてそれを追求しましょう。4、重要課題を先延ばしにするのをやめる。私たちは生きている限り、常に大きな選択に迫られています。つまり、現状をそのまま受け入れるか、それを変える責任を受け入れるか。重要課題を先延ばしにしたら、1年後には、あの時取り掛かるべきだった、と後悔するに違いありません。5、何もせずに漫然と過ごすのをやめる。毎日が何かをする新しい機会です。物の見方を変え、不安と疑念に怯えるのをやめて、自分が誇りに思える仕事をしてみましょう。6、解決すべき問題から逃げるのをやめる。問題から逃げると、人生は余計に難しくなってしまいます。ですから、問題から逃げることは妥当な解決策にはならないんです。問題と正面から向き合って、周囲の人とコミュニケーションを取りながら解決策を模索しましょう。7、言い訳するのをやめる。人生とは創造的な問題解決をするタイミングの連続です。間違いを犯しても、それを認めて修正するなら、それは失敗ではないんです。度重なる失敗の大半は、自分の間違いを認めようとせず、言い訳ばかりする人たちによるものです。8、今この瞬間をないがしろにするのをやめる。私たちの人生の大部分が小さなことで成り立っていることを理解しないで、いきなり大きなことを成し遂げようとしがちです。人生の旅を構成する一つ一つの貴重な瞬間を大切にしましょう。9、人生の素晴らしい面を見過ごすのをやめる。私たちが何を見るかは、大抵の場合、何を探しているかに左右されます。後悔しながら過去を振り返っていると、現在の生活の素晴らしさに気づくことができません。普段得ている幸せを思い浮かべ、それに感謝しましょう。永久に価値のある10の教訓。充実感のある人生を送るために、永久に価値のある重要な教訓を紹介しましょう。1、幸せは心の中にある。幸せとは、愛と感謝の気持ちで生きること。感謝すべきことと愛する理由は常にある。身の回りをポジティブな視点で眺めてみましょう。2、毎日人生について学ぶ。毎日様々な経験をし、何らかのことを学び、知識を吸収しましょう。毎日心を開いて人生について学び続けましょう。3、経験は最高の教師。他人に教えてもらったことを記憶するだけでなく、自分でいろんなことを経験しましょう。人生は大抵適切な時間に適切な場所で大切なことを教えてくれるものです。
4、人生では粘り強い人が得をする。どんな試練に直面しても大好きなことに粘り強く取り組みましょう。人生は途中で諦める人には報酬を与えません。最終的に人生は粘り強い人に報酬を与えるんです。5、優先順位をつければ成果は上がる。忙しくて時間がないと言い訳をするのではなく、優先順位をつけて取り組みましょう。偉業を成し遂げた人たちもあなたと同じように1日は24時間しかなかったのですから。6、辛くても希望を持ち続ける。夢を持ってポジティブな行動を起こす限り希望があります。希望がある限り生きる喜びがあります。7、大抵の場合、正しいよりも親切な方がいい。人には常に優しく親切にしましょう。間違いを指摘するより、じっと話を聞くことの方が相手にとってはありがたいことです。8、すべての人の幸せを願うと、いいことを引き寄せることができる。他人を裁くよりも他人を愛する方がずっといい。他人の悪口を言うのではなく、他人を理解する方がはるかにいい。9、心の姿勢は自分自身である。他人を許さない限り前進することはできません。他人が何を言い、何をしようと、あなたは自分の心の姿勢に全責任を持つべきです。10、どんなに辛くても感謝する。すべてのことが思い通りになるとは限りませんが、今、自分が生きていることに感謝の気持ちを持ちましょう。とにかくこの量ですから、毎日少しずつリストを見ながら、あ、これいいかも、と思うことをできることから実行していくようにしましょう。何よりも大切なのは、自分のために心地よいペースでページを開いて、自由に楽しくヒントを取り込んでいくことです。この本の中に、あなたの悩みを解消する方法、心を楽にしてくれる方法が絶対にあると思います。気になる方は、ぜひ読んでみてくださいね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。